皆さんこんにちは。クレイアート作家です。今日は鶏が足元を通った。はい。今日はヤギじゃなくてこの手前のギターの形のねプラッターを作りたいと思います。さあでは行ってみましょう。はい。材料です。子供用のおもちゃのギターを使います。で、表面をこのヤスリでザラザラにします。それからこのプライマーを塗って、でその上からザラザラベースを2度塗りします。で粘土で装飾をつけていきます。この葉っぱとか、バラとかの型抜きを使ってするんですけれども、このベビーオイルでね型外しがいいようにしてやりながら作業しましょう。接着はこの F600 っていうのを使っています。で、細工棒を使ったりとかしながら、でつるの部分はねこう手でこう細長く伸ばしながら圧着して作ります。モルタルグレーを全体に塗って、でその後にスポンジで白のアクリル絵の具をはたきます。トップコートを塗って終わり。で一つ説明忘れてた。このハサミでねおもちゃのギターの口の部分をちょっと大きめにカットしています。植えるのにねあまり入り口が小さいと植えにくいので。ということで実際に作業していきましょう。はい、これですね。このダイソンのミニギターちょっと開けてみたいと思います。これね110円で買えるっていうのすごいですよね。ポロンと弾いてみましたけども、ちょっとすごいなんか手ぐすの音ですね。ではまず手ぐすはまず全部ハサミでカットします。ね、ちょっとこう突き出てるようなのもあるので、それもきれいにハサミでカットしてしまいましょう。紙やすりのザラザラが落ちるので、ちょっと下にねこうやっていらない紙でも敷いて、で全体にヤスリをかけます。表面にしっかり傷をつけてね、もうザラザラベースで上を塗るので、いくら傷がついていても全く気にならなくなりますので、それよりも接着力を上げるためにしっかりと傷をつけてください。はい、しっかり表面に傷がついたら、今度はハサミでこの口の部分をカットします。カッターとかでもねいいんですけど、私はこの万能クラフトチョキでチョキチョキチョキっと切って、で上つけるね入り口を広げてやりました。ハサミでねいきなりちょっと強引に穴を開けてるので、若干こうひびが入ったりとかね、形がいびつになったりとかするんですけれども、ヤスリできれいにそこは慣らしてやりながら、でどうしてもバランスが悪い時はこう上からちょっとね粘土をつける時にカバーしてやると全く気にならなくなりますので、それよりもちょっとこうあまりにもちょっとね入り口が小さいと植え付けにくいので、植えやすいように広げてやりましょう。ギターの一番底の部分に熱したアイスピックでこうプラスチックの部分を溶かして穴を開けておきます。はい、ではそこにこうやって穴を開けてきました。プライマーも塗ってあります。でザラザラベースを全体に塗りましょう。
はい、1回目はどうしてもムラムラになります。でもう気にせずね塗っていきましょう。しっかり乾かしてから2度目塗りましょうね。作業するときビニール手袋をすることをお勧めします。はい、これで2回塗った状態ですね。ではギター本体にこのモルタルグレーの絵の具をかけていきます。白は一切残さずべったりと色をのせます。しっかりと乾燥させます。はい、ここからは粘土ワークですね。粘土を細長く伸ばします。このギターのね周りにこうつるを這わせるような形にして、でつるバラですね、つるバラの葉っぱとそれからバラとつるがギターに張ってるっていう、そういうデザインを作っています。なのでまずはこのつるを這わせましょう。ギターに直接ボンドを塗って、もうねこれね大体です。ペンでね下書きをされる方はその方がいいと思いますけれども、私も作る時はねいつもねなんか「えいやー!」とやってしまうので、そのままぶっつけ本番でやっております。でそこにさっき伸ばした粘土を這わせていきます。はい、1本目のつるだいたいこんな感じかな。接着しましょう。はい、粘土をさらに伸ばします。均等にね細長く伸ばすのって結構難しくて、でも多少こうくねくねさせるので、多少ね太い細いあっても大丈夫ですよ。今度はどういう風に這わすかなと、こうねちょっと置いてみて。で大体のところが決まったらボンドを塗っていきます。外れないようにね接着していきましょう。前面だけでなくてねこうギターの側面もね上手に利用して合わせてやると奥行き感のある作品ができます。はい、つるはこれでいいかな。足りなかったら後で足しましょう。次葉っぱですね。オイルをちょっとこう垂らして、で葉っぱを型抜きで抜いていきます。ローラーでね伸ばしてやって1ミリ半ぐらいでしょうかね、厚みね。はい、では葉っぱをこうやって抜きます。葉のギザギザもついてね、葉脈も同時についてしまうという、この葉っぱの抜き方本当によく使ってますね。とりあえず数枚葉っぱを抜いて、でギターに当ててねこうどんな感じにするか考えます。
刃型で抜いたらちょっと抜きっぱなしみたいになるので、根元をキュッとつまんでやって、先端もクイッとこうねひねってやるとちょっと立体感のある葉っぱになるので、手を加えてやります。で、そうですね、バラの葉っぱはこう3枚とか5枚とかこういう形でついていることが多いので、まずはちょっとこんな感じでつけていきます。葉っぱの裏にもつけたんですけども、ボンドでももうその本体にもねべちゃっとつけちゃってもいいですね。さらに葉っぱをつけていきます。全体のねバランスを見ながら葉っぱを追加していきます。あんまりね葉っぱばっかりでもね、ちょっとまたこれもさもさっとして鬱陶しいですし、ちょっと空いたスペースはねこうやってつるをくるくるっとしたデザインに変更しました。でちょっとこれねもう最初につるをつけた時にやればよかったんですけれども、今思いついたのでこうやってね筋をこう細い棒のようなので模様をつけています。でこれ模様にもなるんですけれども、圧着っていう意味もあって外れにくくなるのでおすすめです。はい、では葉っぱが入ったので今度はねバラの花のシリコンモールドに粘土を入れて、ね、しっかり型をつけて取り出します。このパーツもね、まあまあ大きいですので取りやすいんですね。なのでバラの裏の面にも、それから接着するギターの方にも両方ともねたっぷりボンドを塗りましょう。はい、バラをこうやってのせて接着します。で圧着するとバラ潰れちゃうんで、上手にこうね押さえられるとこ押さえてくっつけましょう。はい、もう一つここでバラをのっけますね。しっかり接着して押さえれるところちょっと限られてるんでね、もう適当にこうね押さえれるところはしっかり押さえて、で端っこの部分はねちょっとボンドをまた、ね、塗ってから貼ってから、ね、またさらにこうやってね追加してやって、ね、こういう風な形で接着していきます。はい、ギターの糸巻きの部分にもこうやってバラをのせます。ここはもうねどうしても握ってしまうのでバラの形が崩れやすいですが、上手に接着しましょう。
はい、これで粘土の作業は終わりです。しっかり乾燥させます。では色塗りをします。モルタルグレーをわらと、それからこのつるの部分ですねにたっぷり塗り込みます。最初はちょっとこのねベージュの部分を残そうかなと思ってこのスポンジを使ったんですけれども、結果的には全部塗りつぶしてしまったので、筆でね白いところは全部なくなるように塗ってしまいます。しっかりと乾かしてから白を塗ります。はい、では白のアクリル絵の具をスポンジに取って全体にこうやってザッザッザッと描いていきます。バラのつるや葉っぱのもちろん花もで凹凸を生かすように軽く白をのせていきましょう。はい、見えませんけれども裏もねちゃんと塗ってやります。はい、これで色塗りは終わり。最後にトップコートをかけて乾燥させたら完成です。かわいいのできましたね。また次の動画で会いましょう。